これは昆布を切って乾燥させて会計会計は何が入ってるんですか？内緒。あ、それは企業秘密というか。そうですね、ベースですね。ベースになるんです。割と何にでも使っちゃうけど、既製品とか別に否定全然しないんだけど、作れそうだったら自分で作りたくなっちゃうんだから、うまみ調味料もできそうだなと思って。店内こう、なんていうんでしょう、雰囲気のある。アンティークが好きだからあえて古い方がちょっといいかなと思って残してるんですけど、あんまり町中華で改装しすぎちゃうと味なくなっちゃうし、清潔感さえあればいいかなと。だから掃除はめっちゃしてるんですけど、はい、古いからやっぱりなんか汚ねえっていう感じじゃないけど言われるとちょっとがっかりするけどねやれた感がいい50年経ってるからしょうがないよね。これまためっちゃ古さの残るかっこいいでしょ。これなんていうバイクなんですか？ホンダのソロってやつなんですけど、前友人が乗ってたんだけどそのままもらって僕はずっと割れてたから、うまく走るように維持してるんですけど。まだ走るんですか？調子良ければだからいつもエンジンかけてないとすぐ止まっちゃうんですよ。昨日途中まで作ったスープでこれで完成です。天津飯になる前の段階。昼のランチの仕込みがもう完了だなって感じで、ほとんど赤い天津飯しか出ないから。これがオリジナルで配合してるスパイス的なやつです。唐辛子の種類もブレンドしてるのでめちゃ辛くはないです。大体昼のランチは9割ぐらいがこれで。何で思いついたんですか？パートのゆきちゃんっていうお姉さんがいて、毎日まかない食べてるのは来てくるじゃないですか。でも辛いのが好きだったからいろんな料理のまかないを辛くしてたんですけど、その中でお気に入りだったやつを遊び半分で店でちょっと提供しだしたらだんだん売れてきて、本当天津飯の方が人気あったんですけど逆転現象になって売れるなら乗っかろうかなと思って正規メニューからもう30年ぐらい経つかな。よいしょ。お客さんが来てくれるといいんだけどね。
に置いとくね。これがカニと肉とネギ。お願いします。出てくよ。はい、お願いします。はい、斜めに。はい、赤点のセットです。すいません。はい。今日はこの番号しかダメみたいな。で、それを伝えられなかったの。そもそもこれでもね。ああ、うちじゃない。じゃあ、ごお話が好きな。本当だからどうしよう。買うとは。あと中華飯のセットと餃子です。この辺はあんまり出ないから用意してないんです。はーい。はーい。はい、お願いします。はい、どうもありがとうございます。はい。セットのラーメンです。セット2つです。すいません、何名様ですか、どうぞ。合計3つです。はい。これやるね。
ど、はい。お願いします。またやったまたやったの半分だけ来ちゃう。赤天の大盛りのセットです。赤天2つです。出るの早いでしょ。そうですね。なんなら1分ぐらいで出るから。はい、大盛りです。すいません、何名様ですか。どうぞ。はい、じゃあ。はい、餃子です。あ、足ります、足ります。おはようございます。ありがとうございます。2つです。おはようございます。ちょっと待ってね。ちょっと待って。はい。タレのよう。ありがとう。はいね。ラグビーの方が上だったんですけど、今日は取る800円のお返しです。ありがとうございます。台湾チャーハン肉の台湾チャーハンが3つで1個だけ肉。肉か。
肉プラス。はい。チャーハンはスープです。おはようございます。私かと思いました。肉のせです。だって言われたの全部。餃子です。3種類しか作ってないね俺今日。何でもやりますよって時だとやっぱりすごい1時間待ちとかできちゃったから反省して怒られたけどだいぶ絞って。すいません、何名様ですか。どうぞ。はい、じゃあメインはい、晩ご飯です。うちの父親がやってた店に僕は20半ばぐらいで修行から帰ってきて、で空いてたからここでそのまま店名も一緒でやったって感じ。もともとは四川料理店にいたから、はい全然親とは違う味付けで、今は地域の人に合わせるような優しい感じの味でやってるけど。
汁なしだった。サラダ、はい。セットとサンダーです。はい。あ、すごい。あ、美味しそうだね。よかった。辛い。辛いですね。はい。はいは15種類ぐらい使ってスパイス。はい。チャンネルが大阪とか関東とかしてそうですね。これが関東ですね。これどうしますか。東海のやらせていただいたらそこのありがとうございます。これが朝作っとったやつ。チャーハンとか赤い天津飯の中に入る肉です。ありがとうございます。これが餃子のだしの仕込み。そうですね。和風だしまず作って、ジュワってくる感じで。あとはだしパック。もうこのままうどんいけるよ。うまそうな色。月曜日が憂鬱とかいう人と多分真逆ですね。もうやる気に。全然休みの途中ぐらいからそろそろ店行っていいかなって言ってます。休みの夜も仕込みに来るから、僕は割とここで楽しく仕込みしてた方が好きです。店主です。お願いします。で作ってるんです。天津飯と餃子、青菜炒めと。
奥いいですか？はい、じゃあわかります。はい、ありがとうございます。これだ。意外と初めてでした。そうなんですよ。いやーでもこれはいいですね。いただきます。うん、やっぱ肉乗ってるといいですね。月に2回ぐらい出るかな。もっといける。結構でも遠いんですけど、仕事終わりとかにも来たりして、ニンニクチップもカリカリで美味しいです。
近所のだるま食堂さんっていう美味しい店があるんですけど、そこで頼んで作ってる、ちょっとザラザラした食感で、他にもいろいろこだわって作ってもらってるんですけど、その料理に合わせて変えてる。食べないこれ。使ってないですよ。あ、もう麺入れていいよ。この上にカニ玉のっけるのがうちのコラボ。注文通ってから作るって感じですか？そうそう。味しみすぎちゃうとさ、ポテトって調味料の味しかしないじゃん。だから表面に濃い味をパッとつけといた方が肉の味が美味しいから。好みの問題で。本当は3個だけどカップルだから4つにしたの。副構成見てちょっと分けやすい感じで。はい、お願いします。新鮮豆板醤って言って、普通の豆板醤って1年ぐらいの熟成期間で赤いんだけど、3年ぐらい天日干しで熟成させたやつ。普通むきエビ使うじゃないですか。はい。はい。あんまり美味しくないから。はい。自分で剥いて。剥いたやつ。それ以上にプリプリがしてない。それが本当のエビの味だから。これで一応今日の営業は終了。終了ですね。ここからが長いけど、今日はまだちょっと暇だったから仕込みが少ないです。
感が変化も出したいから手作業で粗いやつ作っとる。お疲れ様です。おやすみ。あの子めっちゃいい子なんだわ。本当に生真面目で丁寧で。よいしょ。腕肉いいんだけど筋がもともと筋が多いところなんだよね。でも煮込むとめっちゃ美味しいっすね。天津飯に結構肉入ってたんですけど気がつきました？天津はい、結構入ってましたね。うん。あれがコク出すために入れてるんだけど、なんかカニのイメージだもんね天津飯。カニだとちょっと弱いからピリ辛の味にちょっと耐えれないなと思って。で見て、うちのオリジナルもある。なんかこれもかなり昔の雰囲気がありますよね。これが早く色をあせてくるの待ってるんだけどまだちょっと赤みがしそうそうっかりしてる。ちょっと綺麗だから、自分の店にこういうガチャガチャ置くのが夢だったから夢叶ったっす中にうちだけの色が入ってて、今発売中のくるくる丸っていう商品のコラボカラーでうちのオリジナルで今渋谷のパルコで売ってます。思ってるんだけど、まあ